精密機械のように生まれ変わった新型 V7 には、若干寂しさを感じます。クラッチがめちゃ軽い V7-3 の半分くらいでしょうか。一速に入らない。あれ硬い。入った冷感じというのもありますが、シフトフィールが全く違います。 V7-3 に初めて乗ると全くと言っていいほどシフトペダルに抵抗を感じず、まるで羽をつま先で触っているように感じるはずです。乗り慣れた頃にはバレリーナのような繊細なつま先が手に入ることでしょう。しかし新型 V7 はかっちりとしたフィーリングでつま先でドブ刃を叩き込む様を想像できるほどしっかりしています。これほどまでに違いがあるなんて予測できませんでした。他の部分も見ていきましょう。V7-3 のエンジンと比較すると最高出力52馬力から65馬力に最大トルク60ニュートンメートルから73ニュートンメートルにアップしています。この違いはスロットルを大きく開けた時よりも発進加速、低速のトルク感、ピックアップに現れています。アイドリングが全然違う。 V7-3 に感じていたアイドリング時の微妙な不安定さが全くなく、とても正確にアイドリングしています。 V7-3 はその微妙な不安定さゆえに生き物らしさを感じるところがあったので、精密機械のように生まれ変わった新型 V7 には若干寂しさを感じます。また排気量が上がったので鼓動感が増すと思っていましたが、思いのほか変化は少なく、やや硬質な振動になりました。フラットなトルク特性もあり、全域でトルク感がアップしています。緩みやすいミラーは相変わらずですね。ハンドリングも V7-3 とは大きく異なります。V7-3 ではバンクしてから遅れてステアリングが切れ始めるのですが、新型 V7 ではバンクと同時にステアリングが切れ、前後のタイヤが直結しているかのような感覚があります。これによりバイクとの一体感が強まり、人馬一体の心地よさ、気持ちよさを強く感じます。距離が伸びていない試乗車ですが、V7-3 に比べてギャップを乗り越えた時の突き上げ感をあまり感じません。V7-3 はサスペンションが硬く、忠実に路面の凹凸を伝えてきますが、新型 V7 はうまく吸収していて乗り心地が良いです。新型 V7 の各部操作系は V7-3 に合った緩さを取り除き、きっちり整えられた印象です。個体差もあるとは思いますが、V7-3 はどれだけ調整しても操作系に多少の遊びが残り、マイルドな印象ですが、新型 V7 は遊びが極力抑えられ、ソリッドな印象で、いい意味で国産車に乗っているかのようです。新型 V7 は排気量が 850cc になり、そこに注目しがちですが、V7-3 オーナーからすると他の部分が大きく変わっており、別物のバイクのような印象を受けました。新型 V7 が V7-4 とならなかったのも頷けます。また、機能面だけでなくエクステリアも変化しています。LED 化したテールランプや、タンク下からテールまでがフラットデザインだった先代から、ぐっと持ち上げられたリアデザインが目を引きますが、より細かい部分も変化があります。V7-3 はエンジン周りの塗装が平坦で印象が弱かったのですが、新型 V7 は凹凸のある塗装に変わっていて、質感が向上しています。今回試乗したスペシャルは、従来と同じ2ガンメーターですが、細かいところでは、バーエンドウェイトのサイズや、O2 センサーの位置が変わっています。ダブルシートのパッセンジャーエリアも、よりフラットで広くなり、
タンデム時の快適性を高められています。タイヤサイズやサスペンション、フレームに変更が加えられ、乗り味が向上した新型 V7 は、伝統を守りつつ、時代に合わせて進化する V7 の完成形と言えるでしょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャオ